単なので、ここにゆとりがないと表でも裏でも着れるようになってます。こんにちは、服工房の村です。今回はこういう形のポンチョの説明をしていきます。このポンチョ特徴なんですが、リバーシブル仕立てにしています。そして型紙が非常に少ないパーツで、前身ごろと後ろ身ごろとポケット、作り方もとっても簡単なので、初心者の方にもぜひ作ってもらいたいなと思います。ちょっと私も着てみようと思います。これ裏側のボアでも着れるんですけど、ちょっと表で着てみます。このぐらいな肩傾斜になってまして、こう手を下ろすとちょっとお袖がついているような雰囲気になります。そして後ろ、ちょっと丈を前よりも長くしてて、お尻が少し隠れるぐらいな長さになってます。ポケットに手を入れるとこんな感じです。ぜひ作ってみてください。それでは簡単ポンチョの裁断をしていきます。この、簡単と言ってるんですけど、パーツ数も1パーツ2パーツ3パーツでできる簡単なポンチョになります。生地は表地側にモッサの生地を使って、裏側にこのループボアの生地を使ってリバーシブル仕立てにしていこうと思います。裁断の仕方なんですが、これもダブル幅で、こういうふうに裁断もできるんですけども、モッサの生地は割と、紐はしてるんですけど、毛並みがそんなに目立たない生地なので、ちょっと陽弱を減らすためにこういうふうに差し込んで裁断をしていこうと思います。そしてこのループボア、この生地も毛並みはなんとなくあるんですが、ちょっと陽弱的にこれもちょっと差し込みで裁断をしていきます。もっと毛並みのあるようなものだったら、それは一方立ちにして裁断をしてください。あと接着芯なんですが、ポケットは、表地がちょっとふにゃっとしそうなので、全面芯ポケット貼ろうと思います。あと前端だけちょっとしっかりさせたいので、こういう部分的に接着芯を今もう切ってきたんですけど、こういうふうに部分的に接着芯を貼ろうと思います。このように裁断をして接着芯針と伸び止めテープを貼りました。一応ちょっと説明をします。後ろ身ごろは、もうぐるりと伸び止めテープを貼りました。で、肩は 1.5 の縫い代なので 1.5 にかかるように貼ります。他の部分は1センチの縫い代なので1センチにかかるように貼ります。合い印の部分には、切り込みを入れて印をつけてます。あと袖の閉じ位置、ここだけは表に、縫った後にも分かるように糸地付けをしています。次、前身ごろは、前端の部分芯とポケット口の補強のための接着芯、あと、伸び止めテープはこの裾ラインと前端襟ぐりに貼ってます。肩線は後ろに貼ってるので貼らなくても良いです。あと、糸地付けをする部分、同じように、袖口の閉じ位置と、あとポケット位置に糸地付けをしています。ポケットは粗立ちをして接着芯を貼ってから裁断をしました。この厚紙
大きさを合わせた厚紙も一緒に準備しておきます。次にこのボアなんですけど、ボアは切り込みがちょっと分かりにくいので、全て印のところは糸地付けをしています。で、後ろの肩だけ伸び止めテープを貼りました。襟ぐりやこの裾ラインに関しては表地に貼ってるので貼らなくても良いです。前身ごろも、合い印の部分はすべて糸地付けをしています。あと肩線は後ろ身ごろに伸び止め貼ってるので、このパーツに関しては伸び止めを貼らなくても良いです。ポケットのポケット口、ポケット周りにロックをかけたら、ポケット口4センチでアイロンで折ります。折ったらポケット口、折り目に対して反転をして端から 1.5 センチで縫っておきます。そしてこのポケット周りを粗い縫い目で縫ってきます。ポケット口の端を縫います。両端少し控えてあるので、内側が少し短くなると思います。これで周囲粗く縫いますが、上糸と下糸を長く伸ばしてから縫い目を粗くして、端から5ミリのところを縫います。最後も長く伸ばします。これでポケットを整えていきます。まずここの縫い代が多いので、薄く仕上げるためにここ縫い代半分に切ります。この見返しからこのポケット側の方は1センチ残しておきます。ここで1センチ上で先に切って、このはみ出た分も切るっていう感じですね。よいしょ。これでひっくり返して形を整えていきます。この中に厚紙を入れていきます。縫い代が 1.5 センチつけていたので、だいたいこの周りが 1.5 センチの縫い代になるように厚紙をセットしたら、この粗く縫った糸の上側の糸だけをキュッと引きます。こういうふうに糸を引いてからもう一度アイロンをかけます。厚紙を取ってからもう一度アイロンをかけておくときれいになります。きれいな丸になりました。これでポケット口にステッチをかけたら、このポケット位置に合わせて
7ミリ幅で縫っていきます。ポケット口にステッチをかけます。いきなり厚いところを縫うと、糸が絡んだりしやすいので、同じぐらいな厚みのものを縫った続きに縫っていきます。ポケットを沿わせます。ポケット口を合わせてきても、出来上がりの加減でこの間に少しゆとりが入らないことがあるんですけども、中心側の方は中心側の方は合わせて高さも合わせるんですが、ここにゆとりがないとつれた感じになるので、ここに少しゆとりがあるようにセットしてください。これで7ミリで縫います。ポケット周りを7ミリで縫います。次に後ろと前の肩線を中表で縫ってきます。縫い代は 1.5 センチです。縫う時には伸び止めテープがある方は伸びないので、伸び止めテープのある方を上にして縫ってください。この表地も肩を縫うんですが、この裏側の側、これも同じように中表で、これも中表で肩を縫います。同じく伸び止めテープ側を上にして縫っていきます。表地の肩線を縫います。ボアの肩線を縫います。ボアの肩線、ちょっと伸びやすい場合にはこういうサンドペーパーを押さえにかかるように合わせて縫うと伸びません。ボアの肩線は返し口開けて縫ってください。片方だけで良いです。肩線をアイロンで貼ります。フルの場合は、割った後にちょっと冷やしてやるとピタッと折り目が決まりますので、こういうものがあればこういうので熱を取ってもいいし、長袖とか着てたら、あんまりガタガタしてるような
素材だとダメなんですけど、つるんとした素材であればこう腕でこうやって熱を取っても良いです。あとちょっと肩線カーブしてるので、こういうまんじゅうがある方はまんじゅうを使うとアイロンがかけやすいです。こうすぐ起き上がってくるんですが、それをちょっと熱を取るとピタッと綺麗に収まります。表から見ても綺麗に割れてます。こういうふうに縫い代が起き上がってきてるような時はアイロンが少し甘いので、もうちょっとしっかりかけると良いです。次に裏側も割ってアイロンをかけます。返し口開いてるところも 1.5 センチで折っておいてください。この襟ぐり側と裾側の縫い代をと表地とかさばってしまうので、2センチぐらい手前から半分に切っておくと良いです。ボアと表地を中表に合わせてこうぐるっと一周こうぐるっと一周縫ってきます。で縫う時には表側には伸び止めがぐるっと貼ってあるので、表側を上にして縫っていきます。ところどころ合い印があるので、合い印を合わせて縫ってください。これでぐるっと合い印を合わせて待ち針を打ちました。ぐるり1センチで縫ってきます。裾から襟前端襟ぐりをぐるっと1センチで縫います。ぐるっと裾もぐるっと一周ミシンで1センチで縫ってきました。これでアイロンをかけてからこのひっくり
返し口からひっくり返します。まずこう表地、ちょっと切り込みを入れるところがあるので切り込みを入れます。角の部分こう斜めに、縫い代3ミリほどは残してこう斜めに切ります。これ4箇所ほどありますね。あと襟ぐりを丸いので切り込みを入れておきます。こう切り込みを入れないと引きつれちゃうので切り込みを入れます。結構カーブがきついので細かめに入れてます。縫い目の2ミリ手前まで入れると良いです。これでぐるっとアイロンをかけていきます。表側をこういうふうに折り返すようにしてアイロンをかけます。熱いので気をつけてアイロンかけてください。こんな風にして襟ぐりも割って前端も割って、ぐるっとアイロンで割ってきてください。今ぐるっとアイロンをかけてきたところです。これで、開き口、ひっくり返し口からこうひっくり返していきます。こんな感じでひっくり返りました。あとはもう一度端をきちんと出してこうアイロンで整えていきます。これでぐるりアイロンをかけていきます。角は目打ちで出してここが直角に整うようにします。角の部分は直角にビヨーンとなったりしないように直角に整うようにして、あとはこの裏側のボアが均等に出るようにしてアイロンをかけていきます。当たりが出そうな布ならばこう当て布をしながらアイロンをかけてください。こういう部分も、即熱を取った方がいいので、こういうふうに熱を取ってやるとここがきれいに整います。でこの前端の部分がこうぐにゃっとならないようにまっすぐ整えてアイロンをかけます。襟ぐりはこう襟ぐりの形にしてアイロンをかけてください。半分ずつかけると良いですね。
感じでぐるっとアイロンかけていきます。ぐるりにアイロンをかけてきて、周りの縫い代が落ち着いたところです。これでこうひっくり返し口を閉じていくんですけども、この襟ぐりのところ、裾のところ、この縫い目の部分の内側縫い代同士を中閉じしておきます。ちょっと頼りなくてこういうふうに出てきてしまうと困るので、この部分こう内側のこう合わせておいて、内側の縫い代を出して、ちょっと一回待ち針、よいしょ、縫い代同士をこう止まっていればいいので閉じていきます。縫い代同士を止めます。裾の部分もこれ前でも後ろでも構わないです。こう縫い代同士をこう内側からつまんでピュッと出してきて閉じます。一箇所こう一すくいで閉じてあれば良いです。これでこの部分がこうちょっと閉じてあるのでこう出てこないようになってます。これ、右も左も同じようにします。次にこのひっくり返し口を閉じていきます。こう 1.5 センチの縫い代なので、お互いが 1.5 センチ折れてるようにして前をすくったら後ろをこうすくって、前をすくったらこう後ろをすくって、こう交互にすくっていって閉じていきます。閉じました。次にこの袖口、鎌底といいますか、ここから下が裾、ここからはこうアームホールっていうことになるんですけど、この部分を閉じていきます。リバーシブルにするのでこういうふうに縫ってしまうと裏返らないので、これとこれをこう合わせて閉じるようにして縫っていきます。2センチぐらいこの合い印を境目にして前後1センチ、合計2センチほど閉じます。で閉じる時に、この60番の2本取りとかだとちょっと弱いので、60番なら4本取り、もしボタン付け糸とかがあれば、2本取りで留めていくとこう外れにくくなります。3ミリすくってこうはしごというか上下で3ミリ間隔の閉じをしてください。これでしっかり閉じれました。ちょっと玉留めもしてしまいます。くるくる。こんな風に閉じれました。裏から見てもこんな感じですね。ちょっと最初のこの糸地付けは取りましょう。左右とも同じようにしていきます。これであとここにはマグネットボタンをつけて表裏に
ボタンをつけたら完成です。このはみ出し具合が気になる方は、星止めステッチをかけて落ち着かせてもいいですし、この周りにぐるっとステッチをかけてもとても可愛い仕上がりになると思います。ボタンをつけて完成しました。ボタンは表側とこの裏側にボタンをつけて、この間にはマグネットホックをつけています。マグネットホックをつけることによってこう表でも裏でも着れるようになってます。抜く素材としては今回はフラノとボアを使ってます。こういう風にこう暖かそうな表地、ウールが向くと思うんですが、暖かそうな表地に裏ファーを使ったりボアを使うと、この端がちょっと見えてこうはみ出る毛足が見えてきて、これがまた可愛らしい仕上がりになりますので、参考にして是非作ってみてください。